こんにちは、林間芝店の安西です。今回はエディ・スリマンの代表アイテムであるヒールブーツについてお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。近年のメンズファッションにおいてヒールブーツっていうのが履かれるようになったのは、トム・フォード期によるイヴ・サンローランで発表されたジョニーブーツからかなと思います。で以降、さまざまなブランドでヒールブーツっていうのは発表されているとは思うんですけれども、特にエディ・スリマンによるヒールブーツっていうのは、頭一つ抜けて人気かなと思います。ヒールブーツは、スキニーなシルエットが基本であるエディ・スリマンのスタイルにとって、欠かせないアイテムかなと思います。で今回、その中でもディオールオム、サンローラン、セリーヌの、代表的なヒールブーツについてお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、まずはじめにご紹介させていただくのが2005年秋冬裏向きのヒールブーツです。2005年秋冬シーズンを代表するアイテムでもありますし、エディ・スリマンのディオールオムを代表するヒールブーツかなと思います。このシーズンの代表的なブーツがこちらのゴールドのヒールブーツになります。その他にもこちらにあるように、ブラウンだったりとか、ここにはないんですが、ブラックだったりとか、あとシルバーだったりとか、あとパテントレーザーだったりとか、あとこうしたサイドゴアのタイプだったりとか、ちょっとさまざまな種類が出されていたんですけれども、その中でもやっぱり特に代表するアイテムがこちらのゴールドのヒールブーツになります。はい、こちらのブーツの特徴としては、ヒールの高さが 6.5 センチありまして、このヒールの上部にすごい分かりづらいんですけど、B の刻印、8の刻印が入っているのが特徴になっております。一応こちらすべて8の刻印が入っております。はい、その他にこのブーツの特徴としましては、サンローレンやセリーに比べてこちらの高さが低いのが特徴となっております。でゴールドのブーツっていうのはサンローランでも2016年春夏から、展開されてはいるんですけれども、そちらの色味はよりシャンパンゴールドみたいな色味になっておりまして、こちらのディオールの、ゴールドのブーツの方がより発色が強いゴールドになっております。はい、次にご紹介させていただくのが2007年秋冬のヒールブーツです。2006年の、ボタンブーツだったりとか、あとタンゴヒールブーツだったりとか、ちょっといろいろなヒールブーツは出されているんですけれども、こちらの2007年、秋冬のヒールブーツの方がよりちょっとヒールの高さもあるので、こちらをご紹介させていただければなと思います。はい、こちらのヒールブーツの特徴としましては、先ほどの2005年、秋冬のブーツに比べて高さがある作りっていうのと、あとステッチが入っているのが、特徴となっております。もしかすると2007年秋冬のブーツといえばコンバットブーツの方が有名かもしれません。ただ、こちらのヒールブーツも隠れた名品となっております。はい、次にご紹介させていただくのがサンローランのワイヤットブーツです。サンローランでもいろいろなヒールブーツが出されていますが、最も定番なのがこちらのワイヤットと呼ばれるブーツになっております。はい、こちらのワイヤットブーツは、メンズのファーストコレクションである2013年の秋冬から、定番として出されているアイテムになっております。ワイヤットブーツでもさまざまな形がありますが、最も人気なのはこちらにあるようなリングブーツの形のブーツになっております。はい、それ以外にもサイドゴアだったりとか、サイドジップ、あとはヒールの高さも3センチだったり4センチだったり6センチだったり、さまざまな、モデルが存在します。どのモデルにおいても、ブラックのスムースレザーが一番定番的で人気かなと思いますが、こちらのベージュのブーツも、人気があるモデルとなっております。2013年秋冬のショーで、使われていたのが印象的で、こちらもサンローランらしいカラーリングかなと思います。はい、次にご紹介させていただくのがワイヤットブーツの中でも特に人気があるこちらのハーネスブーツになります。はい、こちら2013年秋冬シーズンから展開されているアイテムとなっておりまして、通称リングブーツと呼ばれている形となっております。サンローランのブーツといえばこちらのリングブーツが一番定番かなと思います。はい、このブーツの特徴としては4センチのヒールが特徴となっております。ただ2016年秋冬には6センチのヒールのタイプも出されております。このようにシーズンによって仕様が大きく異なってくるんですけども、特に仕様が異なるのがこちらの2013年秋冬のファーストシーズンのモデルとなっております。2013年秋冬の初期モデルと以降のシーズンとの分かりやすい違いは
サイドジップの部分が特に分かりやすい特徴かなと思います。それ以外にもリング部分の大きさだったりとか、フォルムのシャープさ、あとは製法もファーストシーズンはセメント製法なんですけれども、それ以降のシーズンは膜系製法に仕様が変更されております。はい、次にご紹介させていただくのがセリーヌの弱のブーツです。エディ・スリマン就任の2019年春夏から展開されている定番ブーツとなっておりまして、こちらにあるサイドジップのタイプとサイドゴアっていうのが定番のモデルとなっております。はい、こちらのブーツの特徴としては6センチのヒールが特徴となっております。ファーストシーズンではバックジップのタイプも展開されており、2020年秋冬にはこちらのスウェードのサイドゴアのタイプも展開されておりまして、こちらはエディ・スリマン本人も着用しているモデルとなっております。はい、単靴のドレスシューズでも同様の弱ノという名称が使われておりまして、特徴としてはポインテッドトゥーとシャープのフォルム、あとは斜めに傾いたヒールっていうのが特徴となっております。はい、次にご紹介させていただくのがセリーヌのカマルグブーツです。はい、こちらのブーツの特徴としては弱の同様ポインテッドトゥーとシャープなフォルム、斜めに傾いたヒールっていうのが大きな特徴となっております。ただその弱のとの大きな違いとしては、張り出しているこちらのコバの部分と、あとヒールの太さが弱のよりもより太い、作りとなっているのが、大きな違いとなっております。こちらのハーネスストラップ付きのモデルに関しては、こちらが着脱できる仕様となっているので、2way でお使いいただける仕様となっております。こちらにありますように、ストラップも様々なデザインがありますし、素材も様々なモデルが混在しております。はい、いかがでしたでしょうか。店内にはご紹介させていただいた商品以外にもたくさんのエディ・スリマンの商品をご用意しておりますので、ぜひ一度林間渋谷店まで足をお運びください。また私のインスタグラムではエディ・スリマンのアイテムを多数掲載しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。それではありがとうございました。